うん。うん。はい、ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバンバ、アンバノノ。ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバ、ハービバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半は、このように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側にいるのが、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、右側にいるのがグレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日も、遅刻の言い訳をすると、この椅子にぐーちゃんが乗っかっちゃってて、全然どかなかった上に、この下にリンゴベッドがあって、さっきまでみんなでぎゅうぎゅうになってて入ってたくせにな。なんかいなくなったなと思ったら、ゆりさんのおしっこされててな。いろいろ直前になってというか、始まってからいろいろ、あるわけでございますよな。はい。てなわけで、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていなくって、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。猫いねえから、たけし、ジャスティース。今日も塩入りさゆだよ。はあ、なんかだんだん塩入りさゆ作るの上手になってきたのか、たまたまなのか知らんけど、今日もいい塩梅の塩入りさゆでございますな。
目が覚める感じじゃないので、眠いよ。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。ピヨンさん、ジャスティス、大分に来てます。いいなぁ。いいね。大分といえば温泉だよね。湯治でもしてんのかな。いいよな。で、なんだっけ。今日はかき狩りに行ったんだよね。で、今日はかき狩り、かきギャル。かき狩りに行ったんだけど、そう、今日はさ、夜眠れなかったわけよね。夜眠れなくて、なんか寝つきが悪い夜中にゆりたんにおしっこされるわ、吐れるわ、挙句の果てにはクータに吐かれるわ、最終的には悪夢を見て、なんかもう寝れなかったみたいなね、感じだったんで。それで、かき狩りに行ったわけよね。で、まあ、かき狩り行く前に農協行ってね、あとスーパーでバナナね、オーガニックのバナナ。最近さ、オーガニックのバナナ。なんかね、もまだね、仕入れたばっかりで、満タンに入ってる状態か、もう売り切れてる状態か、みたいな感じでね、全然30%引きのシール貼られてる状態のさ、オーガニックのバナナをさ、見てないわけよね。で、昨日行った時にいい具合に減ってきてた感じなんで、あ、これもしかしたら明日の朝、30%引きになってるかもと思ってさ、今日朝ね、スーパーにさ、チェックしに行ったんだけどさ、暑い。全然、空っぽだったね。今日はね。ダメだと思ってさ、また、あるよ。なんだっけ、30%引きのシールのな、貼られてる、バナナな、入手できなかったっていうね、感じで。で、農協行って、葉大根か。葉大根が、まあ、100円だったら、試しに、その葉大根の、漬物作るのにさ、買ってみてもいいかなんてふうに思ったんだけど、今日はね、葉大根じゃなくてね、小松菜だったね。小松菜しかなくて。で、小松菜はさ、150円なわけよね。でね、100円で今日はね、みかん4個入りでね、100円で売ってたんだよね。だからさ、100円ならいいかと思って、なんかお得なのかどうなのかあんまりよくわかんないけど、まあ100円ならいいかと思ってね、今日はみかん買ってきたんだよね。これからかき狩りに行くっつうのにさ、行ってきて。で、結構おしっこしたのかなこれ、そうでもないかな。はい。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。そう。ねで、今日ダイヤが乱れてたわけよね。今日大幅になんか電車のダイヤが乱れてますとかっていうのでさ、まあ別に私は急いでるわけでもなんでもないからいいんですけどね、なんて思いつつさ。まあただそれでね、なんだろうな、不幸じゃなくて、なんだっけ、えっと、ふ、ふ、わかんない。言葉が出てこないよ。なんかね、あんまり心地いい気分じゃないかったら嫌だなと思ったんだけど、まあね、そんなこともなく、だからまあ、のんびり行ったかな、みたいなね、感じだったな、そういえばな。で、帰りもまだね、大幅にダイヤ乱れたまんまだったんだよね。でさ、あっという間に終わったわけよ、そのかき狩り自体はさ。行くのは結構大変だったというか、バスでね、行くんだけれどもさ、バスの本数がすげえ少なかったわけよね。
だからね、行くまでに時間かかったけど、行ったら行ったでね、かき狩り自体はあっちゅう間に終わってね、ものの何十分みたいな感じで、ああ、もう終わっちゃったみたいな感じでね。で、まあ、せっかく天気もいいんだけど、ただ柿いっぱい持ってるしさ、もうほら眠いしさ、もうなんかどっか出かけたいなっていうね、気力がなかったんで、普通にそのまま帰ってきたんだよね。で、まあ、まだちょっとね、少し時間があるからと思ってさ、今日は帰ってきてからね、キャンドゥに行ってきたわけよ。今日はもうキャンドゥで甘栗買っちゃおうと思って、いよいよ今日はさ、甘栗買いにさ、キャンドゥに行ったんだけどさ、でね、無事、甘栗は買えたんだけれども、それがさ、あの、ステルス値上げっていうの、見事にさ、20グラム減っててさ、おっと、来たよと思ってな。20グラム減ってんのかと思ってさ、20グラムじゃなと思って、だって5袋買ったら1袋分ってことでしょっていう風に考えたらさ、なんか、と思ってね、大人買いしようと思ってたけど、なんかちょっとどうしようかなと思ってね。で、3つだけとりあえず買って、で、帰ってきました。みたいなね、感じでございますよ。ああ、もう残念と思ってね。だからいいや、もう今後は、えっと、ダイソーの甘栗な、120グラム。まあ、どっちも100円になっちゃってたら、100円じゃない、100グラムになっちゃってたら、あのね、キャンドゥの方に行くんだけど、もしね、ダイソーの方の甘栗が120グラムだったら、もうダイソーでいいです。みたいなね、感じで、ちょっとせっかく行ったけれども、がっかりみたいな。でもただね、そこがね、そういえば前工事してたなと思ってさ、なんかお店すっかりなくなっちゃってたんだよね。で、あらと思ったら、そこがね、全部ね、松清になったんだよね。いや、松清入ってるよと思ったんだけど、そうだ、そういえば工事してたなと思ってさ、松清になったんだって思ってね。で、ペット用品があればいいけどと思ってさ、ちょっと寄ってね。で、すいません、ここはペット用品ありますかっていうふうに聞いて、少しですけどありますよって言われて、お、あるんだ、やったと思ってさ、見たんだよね。で、まあね、少しって言ってたけど、まあまあ、そこそこあるっちゃあるっていう感じだったかな。ただね、黒缶があったら欲しいなっていう感じだったんだよ、今日はさ。抹茶が黒缶大好きなんでね。黒缶があったら黒缶買いたいなって風に思ったんだけど、黒缶はなかったんだよね。だから、近所の、スーパーじゃない、ドラッグストアと同じような品揃えっていうのかな。ただまあね、そこで、クオカードを使えるんであればね、今まで電車乗り換えして行かなきゃいけなかったけど、それしないでね、行けるっていうのが少し可能性が出てきたところが分かったので、それが一応今日行ってみてよかったかなっていう感じでございます。まどかさん、こんばんは。てだまさん、藤子さん。皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。まどかさん、この前話した人参の話、メールしておきました。で、たまさん、ダイソーもゴミ袋とか、枚数だいぶ減らしてますよね。やっぱりそうなんだね。なんかほら、ゴミ袋とかはさ、なんかダイソーで買わない方のが得なのかなみたいなところがあっ
て、ただね、最近みんな値上げしてるから、どうかわかんないけどっていう感じ。前は下手するとさ、そういう100均の方のが高かったじゃん、ラップとか。ラップなんか普通に買えばさ、88円とかで売ってんのにさ、100均に行くとね、105円かなんかしてたりとかしてたんで、そういう消耗品は100均で買わない方がお得よね、なんて思っててさ、あんまり見てなかったけどね。だから最近どうもかしくも似たような状態になってきてるんで、よく見てないとね、今日のみかんみたいにさ、なんか得なんだかどうなんだかよくわかんないけど、みたいな感じになるよな。てんたまさん、ペットボトルや空き缶を入れる、35枚入りポリ袋が22枚になってました。だいぶ減ったな。だいぶ減ったよね。そう、だからさ、120グラム入りが20グラム減るってことはよ、6分の1っていうの ?6 分の1って言ったらさ、相当減ってるよねって思うわけよね。なんか1割減るとかだったらさ、いろんな商品やってそうだけどさ、6分の 1? ってだいぶ減ってるよね。って思って、なんかちょっと躊躇しちゃったんだよね。まあ、こんなご時世だからね、5グラム、10グラムぐらい減っちゃうのは、まあ、しょうがないのかなっていうふうに思ってもさ、20グラムか。5個買ったらもう1袋分でしょって考えるとさ、なんか、と思ってね、ちょっと大人買いできなかったよねっていうね、感じだったかな。だから今日は電車の中で、寝てた。まあ、いつも寝てっけどな、電車の中ではな。揺れが心地よくってな、寝ちゃうみたいな感じなんだよね。ぐーちゃんはリンゴベッドの上で寝てんな。このベッドあれだ、本番の時は出してこないとダメだったな。ここに置きっぱなしじゃ、にゃんこここに集まっちゃうもんな。で、あとは、あとなんかそういえば、それとは別だけど、一昨日ぐらいだったかな、そのスーパー行った時ね、なんか昼過ぎだったんだよね。昼過ぎだから別にまだね、弁当類がさ、あの、30%引きのシールバーって貼られてたわけよ。おお、これなんだと思ってさ。なんかね、夜9時ぐらいとかだったらさ、まあ話もわかるっていうのかな。もう1日終わりだからね、これ取っといてもっていうのがあって、まあ30%引きのシール全部バーって貼られてるみたいなことがあるんだったら、まあわかるんだけど、まだね、12時半とか、なんか1時ぐらいだったんだよね。なんかね、コンビニ弁当の棚が、なんか結構しっかり詰まってて、で、シールがブワーって貼られてたんだよと思ってさ。ね。で、前だったらね、なんだっけ、お稲荷さん食べたいなとかさ、お稲荷さん時々食べたくなったりとかしてね、買ってたりとかしたんだけど、ただやたら甘いしね、食べた後、舌ビリビリするなとかさ、なんかね、嫌な思いするのを覚え出したんで、最近はね。なんか別にいいやと思ってね、買おうとはしなかったけどさ。なんかね、そんな平日の昼間から、しっかり、品揃え十分揃ってて、で、そんなね、シール全体に貼られてるのが、あれなんだろうなと思って、だから、なんだろう、みんな買わなくなってきてるっていうことなのかなと思って、で、今日もさ、そのダイソー行った後、なんか飲食店通るっていうのかな、エレベーターエスカレーターで登っていくんだけど、で、キャンドゥは上の方の階にあるわけよね。松木はまあ下の方の階っていうのかな、にあるんだけど、だからその間にさ、飲食店が入ってるわけよね。で、飲食店の様子を見てるとさ、あれ、なんかちょっと客少ないかなみたいな。
平日の夕方だからと言われればそれもそうなんだけど、ただスタバがあるわけよ。でさ、スタバってさ、いつ行ってもさ、なんか満席っていうのかな。もうほんとみんなスタバ好きよねっていうぐらいさ、なんかスタバだけは人いっぱいぎっちり入ってたりとかするじゃん。他のお店はね、空いてんのに、スタバだけはなんか混んでるみたいな感じで、何がいいんだろう。何がいいんだろうとかって思ってね、よく見てたりとかするんだけど、そんなスタバですらも今日はなんかちょっとちらほらみたいな感じで、だから他のお店は全然ね、お客さんいないよみたいな感じだったんだよね。だからあれこれもしかしてね、利用するお客さん減ってんのかなみたいな、ね、そんな感じだったかな。だからね、キャンドゥはそこそこやっぱりさ、いるんだけどいるんだけど、でももっといてもいいかねっていう感じだったんでね、なんかそんなには、混んでなかったかなっていう感じだったかね。えーっと、どこだっけ、22枚。まどかさん、クジラを食べてます。カニタンさん、いいな、クジラ。調理法はまどかさん、たたき。へえ、クジラのたたき。カニタンさん、ジュルル、お酒に合いそう。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティース。てんたまさん、クジラのたたきとはリッチですね。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。カニタンさん、私、馬刺しも食べたい。ああね、私も馬刺しは食べたことあるんでね、味の想像がつくんで、なんかね、食べてみてもいいかしらみたいに思っちゃうかな。馬刺しみたいなもんなのかね。クジラ食べたことがないから想像がつかないんだよ。北海道さん、ピヨンさん、湯布院温泉ですか？北海道さん、実家です。実家が湯布院温泉なんだな。いいな。いいね。健康的でございますね。で、あと、今日は、なんだっけ、洗濯して、で、農協行って、スーパー行って、かき狩りに行って、で、キャンドゥに行って、で、松清も寄ってきて、帰ってきて、で、柿ね、そう、柿狩り行って、で、お腹空いてたんだよね。お腹空いてたから、早速、じゃあ、柿剥いて食べようと思ってさ。で、今日、もぎ取りっていうの、その柿狩りでもいだやつは、次郎柿っていう柿らしいんだよね。で、お土産っていうのかな、ように売ってたのが何種類かあって、なんか東京紅、東京御所、あと読めなかったやつと、だから全部で4種類かな、あったんだよね。で、ここでないと買えないよっていうのはありますかっていう風に聞いたら、即答で東京御所って言われたんで、あ、そうなんだと思って、じゃあって言ってね、その東京御所っていうのをお土産に買ってきたわけよ。だから、もぎ取った次郎柿と東京御所っていうのをさ、食べ比べしてみようと思って、早速ね、で、今日は暑かったからさ、で、日がよく当たってるところのがね、美味しいらしいんだよね。なんでさ、持って帰ってくる間もさ、しっかり温度蓄えてんのかなんだか知んないけどさ、あったかい、生あったかい柿っていうのかな、をね、早速皮剥いて、柿ってなんかね、もぎたてが美味しいかどうかはわかんないんだけど、とにかくお腹空いてたからさ、いいやと思ってね、皮剥いてさ、なんか食べ比べしてみたんだけど、普通にね、なんかね、次郎柿っていうのを食べ慣れてんのから
な、私たちは、みたいな感じなんだけどさ、次郎柿っていうのは、美味しかったわけよね。で、東京五章っていうのがさ、だからさらに甘かったりとかすんのかしらと思ってさ、なんか期待しちゃって食べちゃったせいかわかんないけどさ、比べて食べちゃったせいかもしんないんだけど、なんか味薄いあれ、味薄いみたいなね、感じで。で、そっちはね、一袋に入ってるやつ、なんかバラ売りもしてたんだけどね、その袋に入ってる方のがおすすめだよって言われて、ああ、じゃあそれにしますみたいな感じで、それ買ってきたんだよね。で、もぎ取りの方は私計算間違っててさ、3個しかね、取らなかったわけよ。だからその東京御所の方が倍ぐらい量があるんだけどさ、あれ、こっちのが味薄いみたいな感じでね。だから今日は柿2個食べたか。柿2個食べて、で、夕飯はお腹空いたんで、ご飯炊いて、でね、ベランダ菜園の春菊がまたちょっとわさっとしてっかなと思って、それ気になってね。で、今日暖かかったんでさ、剥いた柿をね、ベランダでさ、食べてたわけよね。ベランダで食べてたっていうか、まあ、外の空気を吸いながらっていうのかな。食べてた感じなんだけどさ、その時にね、春菊を見てたんだけど、春菊がね、なんかちょっとまたわさっとしてかなと思ってさ、ちょっとね、間引いたというか、収穫したんだよね。で、それを、お粥、卵と春菊の、お粥にして食べたんだけども、まあ、春菊うまいよな。春菊入れると、なんか一気に鍋っつうのかな。なんかね、寄せ鍋食べてる気分、すき焼き食べてる気分なんかそんな感じ。なんか春菊うめえなと思いながら、今日は、鍋いっぱいのお粥をペロッと食べましたっていうね、本日のお食事のご報告でございました。天玉さん、高知の広め市場で食べたクジラのさえずりした。クジラのさえずりっていうんだ。へえ、ネーミングが素晴らしいね。美味しかったです。クジラのタンっていうことになるな。クジラって喋んのかな？まどかさん、温泉好きです。ねえ、もう温泉は男性しか入れなくなっちゃったよな。まどかさん、クジラは珍味的にやってるけど、それほど美味しくないです。あ、じゃあ珍味なんだよ。珍味ってね、なんかそれほど美味しくないもののことを、なんか珍味っていうらしいじゃんか。じゃあ、珍味で合ってると思うよ。てんたまさん、確かに赤身の部分はそんなに美味しくないかもですね。ああ、そうなんだね。だからなんか味濃いめにしてあんのか。なんか味濃いめな感じがするんでさ、なんかそもそもクジラの味これわかんのかなと思いながらね。で、少なくて高いじゃんか。だからなんかなと思ってさ、なかなか手出せないわけよね。食べたことないなっては思うんだけど、なんかこれ味濃そうだし、クジラの味これわかんのかな、しかも高えなみたいなさ、感じで、なかなかちょっと手が出せないんだけど、みたいなね。まあやっぱりそういうもんなんだね。まどかさん、柿2個は結構お腹膨れそう？そうそうそう。ただ、結構、柿好きなんでさ、そのスーパーで売られてるさ、もうジューシーで甘いやつ、あれだったら普通にペロッと2個はいけちゃうかなって感じなんだけど、まあ今日のはね、しっかりと硬いさ、歯ごたえがある柿だったんでね、それをね、バリバリボリボリ食ってると、まあ2個は結構お腹膨れるというかね、もうお腹空いてたけどさ、なんかそれがね、満たされるぐらいにはなった。
北海道さん、天玉さん、どうもどうも。天玉さん。鍋の春菊は、煮が美味しいですよね。そう。私、春菊初めて食べた時にさ、衝撃でさ、衝撃でね。で、大概まあ子供ってその春菊の苦味でおえってなってね、春菊嫌いってなるんだけど、私はその苦味がさ、あ、うめえって思った子供だったわけよね。だから春菊が入ってるとちょっとテンション上がるっていうのかな。あの春菊がさ、ポン酢とよく合うわけよ。今うちにポン酢ないけどさ、ポン酢常備してないからポン酢ないけどさ、昔はね、ポン酢って家に常備されてるもんでさ、あのポン酢とさ、春菊がさ、よく合うわけよね。だからさ、鍋なんかもういくらでも食えるみたいな感じになるわけよね、あの春菊入ってるとさ。ただまあ鍋、そのさ、寄せ鍋ぐらいでしかさ、春菊って食べないから、あんまりね、消費することないから、なんか買わなかったんだけど、ただね、家庭菜園でそうやってさ、柔らかい葉っぱだとね、まあ、いろいろと、なんだろう、食べれるっつうのかな。なので、あ、春菊育ててよかったと思ってさ、その春菊の旬が、旬っていうのかな、収穫できるのが結構短いっていうのかな。私あれ、冬野菜かなと思ってたんでさ、冬の間ずっとずっとね、なんか収穫できるもんなのかななんて思ってたんだけど、今月いっぱいだか、来月までだったか、なんかそんくらいしか、収穫できないっぽいんだよね。まあ、やり方によっては、もしかしたら上手な人だったらもっとね、収穫できんのかもしんないんだけど、私のことだからどうだろうかって思うんだけど、あ、春菊育てといてよかった。ちょっと幸せだよみたいなね、感じでした。えーっと、ピョンさん、クジラって、おばおばいけお化けって言うんじゃった。おばいけしか食べたことない。ほとんど酢味噌の味しかしなかった。おばいけってなんだ。カニタンさん、クジラの居酒屋があって、行ってみたら美味しかった。ああ、そうなんだね。やっぱりそういう専門店っていうのかね、に行くと美味しいのかもしれないね。てんたまさん、ぴよんさん、お化けは薄味で食感に癖がありますので、好き嫌い分かれますよね。へえ、そうなんだ。薄味で、食感に癖、どんな食感なんだろう。想像がつかない。ぴょんさん、てんたまさん、その通り。あ、そうなんだね。へえ。なんか、ますます、謎が深まるというか、まあ、でもね、初めて食べるんだったら、逆にそうやって専門店っていうのかな、に行った方が良さそうな感じがしてきたね、今日の話を。まとめたけど、勝手に。まとめるとな。えーっと、まどかさん、私は赤身と皮しか食べたことないな。いろいろあるんだね。まあ、でかいもんだからだな。ほら、お土産とかさ、見るとさ、すごい薄っぺったい、なんだ、真空パックっていうのかな、みたいな感じ生ハムみたいな。なんかそういうもんしか見てないんでさ、そんなにいろいろとあるもんなんだな。知らんかったな。赤身と皮しか食べたことないな。前に渋谷にクジラ専門店があって、まあまあ美味しかった。あ、やっぱり専門店だとちょっと美味しいんだな。クジラは淡白な肉かもしれません。まあそうなのかもね。そうやって味濃くしてみたいな感じでね、食べさすってことは特になんか味があるわけでもないみたいな、そういうもんなのかもしれないな。で、あと何するんだっけ。
あと何すればいいんだっけ、タロットカードタイムかな。よっこいしょと。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そうで、クジラで思い出したっていうか、その私が知ってるクジラが食べれるとこっていうのは千葉なんでさ、千葉だとピーナッツもさ、名産っていうので売ってたりするんでさ、で、ピーナッツもなかはさ、食べたことはあったわけよね。で、昨日寝る前に見た YouTube でね、なんかお土産もらったけど、正直嬉しくないランキングみたいなやつをなんか食べてみるみたいな動画を見たわけよね。で、それにコメントしてみるみたいな。感じで、どの辺が不評だったかっていうのを予想して、で、コメント見てみて、で、やっぱりそうだったみたいな感じでね。でも、ああだこうだっていうやつでさ、で、その中にさ、ピーナッツもなか入ってたわけよ。そのさ、千葉でね、私が買ったことがあるさ、もうピーナッツもなかもらっても、不評なんだ。そうなんだと思ってさ、見たんだよね。そしたら、その人は、お土産の方に肩持つっていうのかな。そのアンチコメントの人に、文句言うっていうのかな。そういうスタンスでやってんだけど、にしてもやっぱりね、そのピーナッツもなかはやったら甘かったみたいで。これはあれじゃないの、甘すぎるっていうことなんじゃないのっていうのでね、予想してたんだけど、やっぱりそうだったみたいな感じでね、確かに甘かったよ。すげえ甘かったよ。甘かったなっていうことだけ覚えてるぐらい甘かったんで、私もさ。それだけはわかるみたいな感じだったかな。あとね、うなぎパイもね、もらっても嬉しくないお土産にね、かなり上位に入ってたんだよね。で、なんでだろうと思って、私うなぎじゃない、うなぎパイっていうのは、要はパイが好きだからさ、パイ好きだからうなぎパイもらうとすごい嬉しいけど、嬉しくないんだなと思って、結構みんなしっとりしたもん好きだからね。だからこういうパサパサしたもの、あんまり好きじゃないのかねって風に思ったら、うなぎパイって名前だけでうなぎ入ってないからとかっていうのが、コメントだったわけよね。で、うなぎ入ってたら逆に嫌じゃねって思うんだけどさ、そうなんだなと思ってね、見てましたっていう感じ。大工さん、はい、ラインデリアストップ。まどかさん、正直嬉しくないそう。ちょっとサムネのタイトルっていうのかなに惹かれて、ちょっと見てみた感じだったんだよね。そう。で、信玄餅もあった。信玄餅ももらっても嬉しくないね。ランキングに入ってて、そうなんだ。私、信玄餅もらったら嬉しかったけどなと思ってね。やっぱり世の中の人とはだいぶ感覚がかけ離れてるんだろうなっていうふうに思ったんだけど、ただその中でね、そのコメントをしてる人、動画に出てる人は、カモメの卵だったかなみたいなやつだか、カモメの卵だか忘れたけど、それがね、最初にね、もらっても嬉しくないお土産だったんで、その人はそれがね、美味しかったっていうので、それはね、ホワイトチョコでコーティングされてるね、なんかクリーミーな感じのお饅頭らしいんだよ。だから、それはちょっと私は嬉しくないわ。みたいなね、ことを思いながらね、見てましたよ。そんなね、寝る前にさ、楽しい気持ちになってから寝るのに、どういうわけか、昨日はさ、悪夢を見たんでね。
なんでこの私が悪夢を見るんだろうかと思ってね。いや、とほほっていう感じだったんで、昨日の夜はさ。ピヨンさん、おばいけは方言なのね。食感はビニールかじってるみたいなの。ああ、そうなんだ。なるほどね。それはどうかな。北海道さん、落花生大好きで、そうそうそう、ピーナッツ好きだからさ、ピーナッツもなか、そりゃうまそうだなと思って買ったんだよ。だけどね、かなり甘いの。要は、ピーナッツの形した、もなかなんだよね。その中に、あんこというか、ピーナッツバターが入ってるぐらいの甘さ、ピーナッツバターというか、ピーナッツクリームというか、が入ってるような甘さなんで、普通のもなかよりも中身がしっかり入ってる感じで、で、その中身がね、甘いみたいな感じなんで、もう口にダイレクトに甘いの入ってくるみたいなね。そんくらいかなり強烈なパンチのある甘さなんだよね。てんたまさん、ぴよんさん、おばいけでもおばけでも、どちらも正しいようですね。そうなんだね。ぴよんさん、てんたまさん、なるほどね。ね、こうやってみんなでさ、知らないことの話してると、覚えることいろいろあっていいよな。覚えるというか、知らなかったこと知れる機会があっていいよな。はい。では、大樹さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。ハートめった雑誌のカード出た。ハートめった雑誌のカード出たな。一緒、逆位置だな。逆位置だからこれなんだろう。剣抜けるとか、そういうことになってくんないかね。はい。で、えーっと、なんだっけ。ソードソードの3。つながらねえな。はい。ソードの3。どうだ。はい。ソードの3。あ、そういえばね、昨日の火事はね、起こってたみたいなんだけど、ただすぐ鎮火できたらしくてね、友達が出動することはなかったらしい。で、住所がめっちゃ近かったんでさ、調べてみたわけよね、どこかなと思って。そしたらね、その辺、その辺だったっていうのがね、おちきれいなっていう感じだったね。で、ソードさん絵柄の意味世界観。灰色の雲から降る強い雨の中で、ハートに3本のソードが鋭く突き刺さっています。人物も景色も描かれておらず、タロットの中でも特に直接的なイメージの絵柄です。赤いハートは心や心臓を表し、そこに突き刺さるソードによって傷つけられています。ソードは1本でなく3本というところから、何か一つの出来事で傷つけられているわけではなく、複数の出来事で傷つけられているのかもしれません。強い痛みを感じます。でも痛みは成長につきもの。今あなたが痛みを感じながらも前に進もうとしていることは何ですか？テーマ、昇進、ソードの3、ハートは心臓そのもの。剣は情報や言葉、思考、風のエレメントに属します。三人よれば文殊の知恵。
1や2では生まれなかった創造性や発展性を表します。そこから情報や思考が集まり発展していく中で、複雑に絡み合ってうまくいかず、傷ついた心を描いています。灰色の雨雲と雨、垂れ込める雨雲や斜めに鋭く矢のように降る雨は心が傷つき涙を流していることを象徴。赤いハート、人間にとって最も大切な部分である心臓や心、感情や愛。3本の剣、垂直に刺さる剣と左右から斜めに刺さる剣が交差しています。簡単に抜き取るのが難しい状態。複雑に絡み合ってしまった状態。灰色、背景に大きく塗られた灰色は物事が発展するプロセスの段階で、まだ白か黒かはっきりしていない状態を表しています。はい。何かを生み出す想像力や物事が発展していくことを表します。灰色の雨雲から降る雨を背景に、ハートに3本の剣が刺さっています。人や自然など書かれてません。一人の人も書かれていないのは、大アルカナの運命の輪や月のように、人間を超えた大きな存在がいることを暗示しています。そこからもはや自分の力だけではどうしようもない存在からの働きかけによって心にぐさっと、ソードが刺さり、深く傷つく様子が読み取れます。例えば、突然の別れによる喪失感、相手に理解されないことへの憤りや、苦痛、孤独感、心が傷つき沈んでしまうほど強い痛みを表すカード。でも、そんな痛みも人生では誰もが避けて通れないもの。人は悲しみを経験するほど、他の人への理解を深められ、人生の喜びもさらに感じられるようになります。このカードは悲しみや痛みだけでなく、そこから立ち上がり成長していくことの大切さも告げています。はい。えーっと、今日は逆位置。逆位置。逆位置全体。精神的に不安定な状態になりそう。ハートに刺さった剣のダメージが大きく、悲観的に考えて悩みすぎてしまったり、心が乱れて何事にも集中できなかったりするかもしれません。仕事や恋愛に前向きになれなくても、これはもうワンランクあなたが成長する段階で起きやすい状況です。傷は必ず癒えていくことを信じて回復への道を歩き始めましょう。痛みを経験したことでもっと、しなやかな強さを手に入れられるようになります。はい。人間関係、あまりよく思ってない人から付きまとわれたり、付き合っていても疲れてしまうような関係性で悩むかもしれません。誰かに傷つけられたり、逆にあなたが誰かを傷つけてしまったり、する可能性もあります。誰もが心の中にはトラウマを抱えている。でも共感しすぎたり、一緒に傷つき悲しんだりするところから、もう一歩踏み出す勇気も必要です。苦しい関係を断ち切り、過去の傷を乗り越えた先に、あなたにとってもっと居心地の良い関係が手に入るでしょう。はい。ウェイトの解釈。とてもショッキング。失恋や昇進などの言葉が浮かびやすい、わかりやすいメッセージ。えーっと、他の意味としては、このデザインが自然と意味するものがすべてある。単純で明白。特定の意味をさらに列挙するほどではない。シンプルなデザインとイメージから簡単に想像できる。えーっと、逆位置なんだろう、正位置しか書いてないな。うーんと、逆位置ないな。
このカードは悲しいことが起こることへの注意を呼びかけながらも、痛みをただ避けるだけでなく、それを心の奥深くで受け止めることで、回復や成長へとつなげていくことの素晴らしさを伝えていますってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、ハートブレイクのカードだけど、人は痛みを知ることでね、人に優しくなれるよっていう、カードだったんでしょうかね。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。天玉さん、なるほどね。天玉さん、藤子さんが昨日見た悪夢というのが気になりますね。レイプされる夢だよ。知らないおっちゃんにレイプされる夢で。まどかさん、心臓のバーベキューみたい。そうだね。初っていう感じかしら。まどかさん、違う、天玉さん、まどかさん。山田くんが座布団を、持ってアップを始めましたよ。お、よかったな。そういえばそのさ、昨日見たね、もらっても嬉しくないお土産ランキングで、全然私知らなかったお菓子があったわけよ。で、それはね、さすがにちょっとそれは嬉しくないかもっていうのがね、一個あって、それがね、なんかね、き絹の羽衣かななんかね、そんな感じの、なんか名前っていうのかな。で、求肥みたいな、要はさ、餅のさ、薄く伸ばしたみたいなさ、やつが、えっと、一口サイズの箱にさ、2枚入ってる感じなんだよね。で、それだけなんだよ。それだけなんで、いや、確かにそれはちょっと嬉しくないかも。その餅がさ、なんかね、よっぽどうまいとか、なんか何とも言えぬうまさだったりとかするなら、あれだけど、なんかね、リアクションを見てるとさ、特にやっぱりね、そうでもなさそうっていうの、ただの餅菓子のさ、求肥の薄いやつが、そのね、一口サイズの箱に2枚入ってるだけみたいなやつだったんで、いや、これはちょっとこれはちょっと確かになんか、もらっても嬉しくないかもしれないな、みたいなね、感じだった。あとなんだっけ、あと共感できたのはさ、なんか太鼓とかっていうお菓子なかったっけ？粒あんの外側がなんか羊羹みたいな感じで、中に餅が入ってるね。赤福のさ、羊羹バージョン的な感じになるのかな。粒あんだからちょっと違うけどさ、あれね、ほら、チーズみたいなさ、入れ物っていうのかな、包み紙に入っててさ、アルミの。で、それ剥がして、でね、ナイフで、切ってだけ。それ剥がさないでナイフで切って、で、食べろっていうことなのかもしんないけど、ナイフついててさ、なんか食べ方もめんどくさいし、で、食べてもなんか特にみたいな。甘いし、みたいなね。なんかそんな感じのお菓子があって、なんかそれあんまりね、なんか、っていう感じなんだよね。だからそれはもらっても嬉しくないに、私は共感してしまったみたいなね、のがありましたね。てんたまさん、レレレのレ、お出かけですか？はい。てなわけで本日も竹内ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると
私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。明日は仕事なのでお休みでございます。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい、ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。